こんにちは、ソニック研究員のケイティです。どうも、助手のマルルです。今回は、ソニックフォースのソフト紹介です。このソフト紹介シリーズも、いよいよ2021年7月現在の 3D ソニック最新作までやってきました。ソニックの隣に見たことないキャラがいるな。新キャラか？それは本編でのお楽しみです。本日のラインナップはこのようになっています。動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。それでは、早速スタートです。ソニックフォースは、2017年に発売された作品です。また2021年7月現在の 3D ソニック本編作品の最新作でもあります。今回も、まずはストーリーからご紹介します。ある日、ドクターエッグマンが大軍を率いて世界征服に乗り出しました。いつものように対処しようとするソニックでしたが、なんとそこに、シャドウ、ザボック、メタル、カオスといった、過去に戦った強敵たちが現れます。そして彼らを率いる、まがまがしいオーラを放つ男。彼らに立ち向かうソニックでしたが、さすがに多勢に無勢。手も足も出ないまま、ソニックは倒されてしまいます。倒れたソニックを拘束して勢いに乗ったエッグマンは、そのまま世界の 99% を征服。残されたソニックの仲間たちがレジスタンス軍を組織して対抗しますが、戦況は芳しくありません。しかし、一人の新人がレジスタンス軍に加入することで、事態は大きく変わることになります。すごい格好した奴が現れたな。こいつはきっとただ者じゃない。彼については、後ほど詳しく解説します。とにかく、このレジスタンス軍と協力してエッグマンに支配された世界を取り返すというのが、今作のストーリーになります。ここ最近解説されたソフトに比べると、かなりシリアスなストーリーだな。今作は、シナリオ面にかなり力を入れて制作されています。発売前から、シリアスで熱いストーリーという宣伝がされていました。またゲーム面の特徴として、プレイヤブルキャラクターが3人用意されていることが挙げられます。1人目はおなじみのモダンソニック。2人目はクラシックソニック。そして3人目は、プレイヤーが自由に見た目をカスタマイズできる、アバターです。さっきのやつだ。動物の種類から、目の形や色、肌の色、服装など、かなり細かくカスタマイズすることができます。もともと、自分で考えたオリジナルキャラを出してほしいという要望が多く、そのリクエストに応える形で実装されたシステムです。デザインもよく作られており、ソニックたちの世界観にうまくマッチしています。自分の分身を作ってソニックたちと一緒に冒険できるのか。ファンにとってはたまらないシステムだな。続いてゲームシステムについて解説します。先ほどお伝えしたように、今作には3人のプレイヤブルキャラクターが存在しており、それぞれ操作性が異なります。まずモダンソニックですが、前作のソニックロストワールドで廃止されたブーストが復活しています。他にもホーミングアタックやスライディング、ストンピングなど、近代 3D ソニックの基本的なアクションが実装されており、非常にオーソドックスな操作性となっています。一方で、ブースト中に急カーブできるドリフトや、ロストワールドで実装されたパルクールなどは廃止されています。続いてクラシックソニックですが、ステージは全て横スクロールになっており、操作性は、以前紹介したソニックジェネレーションズのクラシックステージと同じようなものになっています。アクションはおなじみのスピンダッシュとスピンジャンプに加え、ドロップダッシュというアクションを使うことができます。スピンジャンプ後にジャンプボタンを押し続けると着地後にスピンダッシュができるという技で、見た目的に大きな変化はありませんが、非常に使い勝手のいいアクションです。最後にアバターについてですが、ステージの構成はモダンソニックと似たようなものになっています。しかしアクションはかなり異なっており、中でも特徴的なのが、ワイヤーアタックとイスポンです。ワイヤーアタックは、敵やギミックにロックオンした時にジャンプボタンを押すと、対象にワイヤーを発射するアクションで、操作感はモダンソニックのホーミングアタックに近いです。ですがワイヤーならではの躍動感や派手なカメラ演出など、ソニックでは味わえない魅力もたくさんあります。ウィスポンはアバターの持っている武器のことで、ソニックカラーズから登場したウィスプの力を借りて使用します。バーストウィスポン、ライトニングウィスポンなどいくつか種類があり、それぞれに攻撃と特殊能力の2つのアクションがあります。攻撃は文字通り敵を倒すためのアクション。特殊能力はステージ攻略を有利にするためのアクションです。また、どちらも使用するウィスポンごとに違った内容になっています。ウィスポンを使った攻撃はどれも敵を一網打尽にできるようなものになっているので、ブーストやスピンダッシュのような高速アクションとは違った爽快感を味わうことができます。また、今作にはこれら3人に共通する特徴的なルールとして、残機制の廃止があります。残機制廃止？何回失敗しても大丈夫ってことか？その通りです。失敗しても直前のチェックポイントまで戻されるだけで、何度失敗してもステージから出されることはありません。
また、今作にはこのモダンソニック、クラシックソニック、アバターの各専用ステージの他に、モダンソニックとアバターの2人で挑戦するタッグステージが存在します。基本はモダンソニックステージとアバターステージを合体させたような構成になっているのですが、このタッグステージ固有のアクションとして、ダブルブーストというものがあります。ソニックとアバターが超高速でステージを駆け抜けるアクションで、今流れてる曲が専用 BGM として流れます。BGM も相まって非常に気持ちいいので、ぜひ体験してほしいです。ここからは、このゲームの良かった点をご紹介します。良かった点は、美しいグラフィック、快適な操作性、数多くの登場キャラクター、の3つです。まずは1つ目の、美しいグラフィックについて。今作は最新ハード向けに作られているため、キャラクターやステージ背景が非常にハイクオリティです。細かなところまで綺麗に丁寧に表現されており、モダンソニックのスピードで駆け抜けても一切処理落ちせず、非常に滑らかに動きます。ソニックのステージ背景って一瞬しか映らない部分なのに、ここまで作り込んであるのはすごいな。全くその通りです。文句なしに素晴らしい点だと思います。良かった点の2つ目は、快適な操作性です。今作の操作性は、シリーズを通して最高レベルです。高速でも方向の調整がしやすく、ジャンプ中の微調整もやりやすいので、自分の思った通りにソニックを動かすことができます。これまでのソニックって、ちょっとスティック倒しただけでめちゃくちゃ動いちゃったりしたもんな。そうなんです。逆に完成が効きすぎて全然カーブできなかったり、何度これらに殺されたことか。しかし今作ではそういったことはほとんどないので、ソニックをうまく制御できなくて挫折した経験がある方はぜひプレイしてみてほしいと思います。良かった点の3つ目は、数多くの登場キャラクターです。Wii 版ソニックカラーズやソニックロストワールドにはレギュラーキャラがほとんど登場しなかったのに対し、今作ではシャドウやルージュ、オメガに加え、チームカオティクスやシルバーも登場します。さらに無料 DLC をダウンロードすれば、シャドウが主人公の追加ストーリーをプレイすることができます。シャドウがプレイできるのは激アツ。シャドウはソニックシリーズ屈指の人気キャラで、もちろん私も大好きです。シリーズ本編で操作できるのは2006年発売のソニック・ザ・ヘッジホッグ以来なので、めちゃくちゃ嬉しかったですね。シャドウ以外のキャラクターに関しても、操作こそできませんが物語にしっかり関わってきます。ムービー以外でもボイス付きでたくさん話してくれるので、キャラクター好きとしては非常に嬉しいです。20周年作品のソニックジェネレーションズでもいっぱいキャラクター出てきたけど、セリフはあまりなかったもんな。そうなんです。ストーリーにもあまり関わってこなくて不完全燃焼だったのですが、今作はかなり満足です。それでも、ソニアドシリーズや2006年版ソニック・ザ・ヘッジホッグと比べると、もっと活躍させてほしいと思ってしまいます。2022年に出る予定の完全新作は、ぜひこの路線を引き継いでほしい。続いては、いまいちな点を紹介します。いまいちな点は、アバターシステムの使い方、ストーリーの駆け足感、キャラクターの設定、の3つです。まずは1つ目の、アバターシステムの使い方について。今作に登場するアバターですが、非常にカスタマイズ性があって素晴らしいシステムではあるものの、ストーリー的にはうまく機能していません。ストーリー的には？どういうことだ？アバターイコールプレイヤーの分身なので、プレイヤー自身がソニックの世界で冒険できるというのがアバターシステム最大の魅力だと思うのですが、今作はシナリオが一本道で、かつフィールドマップのような自由に動き回れる場所もないので、プレイヤーが選択できる場面がほとんどありません。例えば、ソニアドのステーションスクエアのようなマップを自由に動き回ってソニックのキャラたちと話したり、住民のお助けミッションみたいなものがプレイできたら、自分がソニックの世界にいるという感覚をもっと味わえたのではないかと思います。確かにただ言われた通りにステージをクリアしてるだけだと、アバターじゃなくて普通の新キャラでもいいもんな。そうなんです。ソニックの世界に入れたという感動をもっと味わえるようなシステムにしてほしかったと、個人的には思います。いまいちな点の2つ目は、ストーリーの駆け足感です。今作のストーリーはシリアスな雰囲気でワクワクするのですが、駆け足感が少し気になってしまいます。というのも、今作では物語の重要な展開がステージ中の無線のみで語られる、という場面が多々あるからです。例えばこの場面。レジスタンス軍が一世一代の総攻撃を仕掛けるのですが、冒頭でソニックを倒した敵、インフィニットによって返り討ちにされます。大ピンチのはずなのですが、その様子はアバターでプレイしている時に無線で語られるだけなので、いまいち実感が湧きません。ムービーにしてくれれば、インフィニットの持つ強大な力がより実感できて、もっと物語にのめり込めたと思います。
ステージ外でも、このような便道の会話で物語が進むことがとても多く、これも駆け足感を感じてしまう要因になっています。もしこれらの内容が全てムービーで表現されていたら、ストーリーの印象は桁違いに良くなったのではないかと思います。また、先ほどストーリーを紹介した際に歴代のボスが出てきていたかと思いますが、そのうちザボックとメタルソニックとは戦いますが、シャドウとカオスとは戦うことができません。せっかく出てきたのに戦わないのか？当然みんなと戦うと思っていただけに、ここは残念でした。シャドウは DLC で操作できるのでまだいいとして、カオスは本当に何もありません。カオスもかなりの人気キャラだと思うので、残念だと思った人は多いのではないでしょうか。いまいちな点の3つ目は、キャラクターの設定です。ソニックカラーズ、ソニックロストワールドに引き続き、今作でもキャラクター設定の浅さが目立ちます。特にテイルスは顕著です。突如現れたカオスに対して完全に怯え切ってしまい、ソニックに助けを求めたり、ことあるごとにソニックがいれば大丈夫といった発言を連発したりします。しかしソニアドでテイルスはカオスを倒していますし、ソニックから自立しようと自らを奮い立たせ、見事それを成し遂げていました。ソニアドを初めてプレイした時に、そのようなテイルスの姿に感動した身からすると、今作のテイルスの言動はとても残念です。クラシックソニックと合流できた途端に強気になってるな。ソニックだったら誰でもいいのかとも思ってしまう。そのクラシックソニックも、設定が曖昧です。ソニックジェネレーションズでは、時空が歪んだことで現れた過去のソニックということでしたが、今作では別の世界のソニックと呼ばれています。ソニックジェネレーションズでクラシックソニックが未来の自分と出会ったことで、世界が分岐したという設定があるらしいのですが、作中でそのような説明が一切ないため、ソニックジェネレーションズをプレイした人は困惑してしまうでしょう。逆にソニックジェネレーションズをプレイしていない人はそもそもクラシックソニックを知らないので、結局困惑することになります。どちらにせよ困惑。ソニックジェネレーションズは20周年作品だったからいいけど、普通の作品にもクラシックソニックを登場させるなら、ある程度設定は固めといてほしいところだぜ。また、本作には良かった点、いまいちな点以外に賛否両論点として、ステージの短さがあります。本作のステージは長くて5分、短いものだと1分台でゴールできてしまいます。個人的には初心者に優しく、また周回プレイもしやすいのでいい面だと思っているのですが、物足りないという方ももちろんいると思います。皆さんはどう思うでしょうか？以上で、ソニックフォースの解説を終わります。今作は難易度が優しめでアクション性も抜群なので、ソニックを初めてやる方にはおすすめの一本です。対応機種がプレステ4とスイッチで、今からでも始めやすいので、気になった方はぜひやってみてください。シリアスなストーリーだったりいろんなキャラが出てきてたり、ソニアド時代のソニックに少し戻ったような作品だったな。私はソニアドシリーズ直撃世代で、かつキャラクターが大好きなのでこの傾向は嬉しいです。まだシナリオや設定の浅さは目立ちますが、次回作ではぜひこの辺りをしっかり練った作品を期待したいですね。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか？このチャンネルでは、ソニックに関するあらゆる情報を発信しています。動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。それでは、次の動画でお会いしましょう。